皆さん、こんにちは。うさぎちゃんの日本語カフェへようこそ。店長のうさぎです。今日も美味しいコーヒーを飲みながら、楽しく日本語を勉強しましょう。たくやです。最近、たくやさんはどこかへ旅行に行きましたか？はい、実は先週末、体験型旅行をしてきたんです。今回は有名な観光地へ行くのではなく、日本の田舎にある古民家に民泊をしてきました。古民家での民泊ですか。素晴らしいですね。古民家というのは昔からある日本の古い家のことですね。最近は都会に住んでいる日本人にとっても非日常を味わえる場所として大人気です。具体的にどんな体験をしたのか、ぜひ教えてください。はい、私が行ったのは山の近くにある築100年以上の古い家でした。私はずっと都会育ちなので、こういう昔ながらの家に泊まるのは初めてだったんです。到着すると、ホストのおじいさんとおばあさんがよく来たねと温かく迎えてくれました。田舎のおじいちゃんやおばあちゃんの家に遊びに行ったような温かい雰囲気がありますよね。家の中はどんな感じでしたか？玄関を入ると、部屋には畳が敷いてあって、いぐさのとても良い匂いがしました。そして部屋の真ん中にはいろりがあったんです。いろりですね。部屋の床を四角く切ってそこで火を燃やす場所のことですね。昔の日本の生活には欠かせないものですが、今の普通の家にはありませんから珍しいですよね。そうなんです。夜はそのいろりの火を囲んで、おじいさんたちと一緒に夕食を食べました。自分で薪を入れて火の世話をするのも初めてでしたし、火のそばで川魚を焼いて地元の野菜で作った手料理をご馳走になりました。火を見ながらいろいろな話をして、本当に自分の実家に帰ってきたような安心感がありました。旅館の豪華な食事もいいですが、一緒に食卓を囲んで家族のように過ごす時間は特別ですね。夜の時間はどう過ごしたんですか？近くにある地元の銭湯に行きました。地元の人が毎日使う温泉ですね。どうでしたか？地元のおじいさんたちがどこから来たんだと気さくに話しかけてくれたんです。普段都会ではお風呂で知らない人と話すことなんてないので、こういう温かい交流も田舎ならではの魅力だなと感じました。地域の人たちの日常に少しだけお邪魔して、日本の古き良きコミュニティを直接感じることができるんですね。次の日の朝は何かアクティビティをしたんですか？はい、朝早く起きておばあちゃんと一緒にお弁当を作りました。お弁当作りを体験したんですね。どんなものを作ったんですか？まず、家の裏にある畑に行って、新鮮なトマトやキュウリを自分で収穫しました。土を触るのも久しぶりで楽しかったです。それから台所に戻って、おばあちゃんに教わりながら甘い卵焼きを作ったり、おにぎりを握ったりしました。自分で収穫した野菜で作る手作りのお弁当は絶対に美味しいですよ。そのお弁当はどこで食べたんですか？近くの景色のいい山へハイキングに連れて行ってくれたんです。山の頂上に座って素晴らしい景色を見ながらお弁当を食べました。空気が美味しくて最高に気持ちよかったです。それは最高のリフレッシュですね。たくやさんのお話を聞いていて、体験型旅行の本当の魅力がよくわかりました。ただ景色を見るだけではなくて、その土地の生活を体験して、地元の人と心をつなぐことができるんですね。その通りです。帰るときは本当の家族と別れるみたいで、少し寂しくなりました。また帰っておいでと言ってくれたのが一番嬉しかったです。素敵な思い出になりましたね。リスナーの皆さんも日本を旅行するときは、ぜひ古民家での民泊など体験型の旅行に挑戦してみてください。日本のリアルな生活や温かい人情に触れることができるはずです。はい、心からお勧めします。実は私、もう一つ気になっている体験型旅行があるんです。最近ニュースでちらっと聞いたんですけど、日本のお城に泊まれるって本当ですか？城泊ですね。私も行ったことはないですが、すごく興味があって調べたことがありますよ。うさぎ店長が聞いたのは本当です。今、日本の一部のお城には実際に泊まることができるんです。
本当なんですか？お城って歴史的な建物ですよね。普通は外から見たり、中を歩いて見学したりするだけだと思っていました。そこで寝ることができるなんて信じられません。そうですよね。でもこれが今特別な体験として大人気なんです。単に建物の中で寝るだけじゃなくて、自分が一日お城の殿様になるという体験ができるんですよ。殿様になる体験？なんだか映画の世界みたいですね。具体的にはどんなことができるんですか？例えば愛媛県にある大洲城というお城のプランが有名です。まずお城に到着すると、甲冑、つまり昔の武士の鎧を着た人たちが火縄銃でバーンと音を鳴らして歓迎してくれるそうです。すごい。本当に戦国時代の殿様が帰ってきたみたいですね。そうなんです。そして夜になると一般の観光客は帰ってしまいますよね。その後はそのお城の敷地を自分たちだけで貸し切りにできるんです。お城を貸し切りですか。それは本当に贅沢な時間ですね。夜はどんな風に過ごすんですか？お城のそばにある昔ながらの建物で地元の美味しい食材を使った豪華な夕食を食べます。そして食事をしながら日本の伝統的なダンスである神楽を見ることができるそうです。はあ、まさに殿様の夜ですね。でも寝る場所はどうなっているんですか？昔の建物だから少し寒いんじゃないですか？お城によっては中はとてもモダンで綺麗にリノベーションされているところもありますよ。例えば長崎県の平戸城というところは、外から見ると古いお城の一部ですが、部屋の中に入ると高級ホテルのようにおしゃれで快適な空間になっているそうです。なるほど。外の雰囲気は歴史を感じながら、中はリラックスできる空間なんですね。それなら安心して眠れそうです。さらに希望すれば、お城の近くでお茶を立てる茶道の体験ができたり、お寺で心を落ち着かせる座禅の体験ができたりもするんです。すごいですね。ただ泊まるだけじゃなくて、日本の歴史や文化を丸ごと体験できるんですね。拓也さんの話を聞いていたら、ますます行ってみたくなりました。でも、そういう特別な体験ってお値段もかなり高いんじゃないですか？はい、そこが一番のポイントです。実は大洲城のプランは1日1組限定で、1泊で100万円以上することもあるそうです。100万円？それはさすがにすぐには行けませんね。でも一生に一度の特別な記念日や本当に贅沢なご褒美としては素晴らしい体験かもしれません。そうですね。とても高いですが、他では絶対にできない非日常の体験ができるので、今後はもっといろいろな場所で城泊ができるようになるかもしれないと言われています。そうなんですね。夢がありますね。いつか私も一日だけの殿様になってみたいです。いつか一緒にお城の殿様になりましょうね。はい。さて、今回は古民家での民泊とお城に泊まる城泊についてお話ししましたが、リスナーの皆さんは日本でどんな体験型旅行をしてみたいですか？ぜひコメント欄で皆さんのやってみたい体験を教えてくださいね。お待ちしています。それでは今日のうさぎちゃんの日本語カフェはここまでです。皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。